年内利下げに赤信号が灯り、ダウが557ドル安となる中、保有銘柄への影響が気になっている方も多いのではないでしょうか。本日は個別銘柄でも大きな動きがありました。Amazon の新たなサプライチェーンサービス開始によってユナイテッド、パーセル、サービスが約 10% 急落しています。5月5日の米国株市場の最新動向を私、US テック、ナビがお届けします。今日の相場を理解する鍵は3つです。1つ目は利下げ後退懸念による市場の下落、2つ目は Amazon の動向と物流株の急落、そして3つ目は暗号資産関連株の急騰です。まずAmazon と物流大手の動向について深掘りします。Amazon が企業向けのサプライチェーンサービスを正式に開始したと発表しました。これは物流市場に対する直接的な挑戦となります。これを受けて Amazon 株は約 1% 上昇し、手堅い推移を見せています。一方で物流大手には強い売り圧力がかかりました。ユナイテッド、パーセル、サービスは約 10% 下落し、同業のフェデックスも約 9% のつれ安となっています。巨大 IT 企業による物流市場への本格参入が既存企業のシェアを奪うとの懸念が広がりました。これまで Amazon は自社の配送網を強化してきましたが、今回は他社の荷物も扱う本格的な事業展開です。物流セクター全体の勢力図が今後変化していく可能性があります。続いて主要指数とセクター動向です。本日はダウが557ドル安と大きく下落するなど、全体的に売りが先行する展開となりました。セクター別に見ると素材や資本材が 1% を超える下落となっています。一方でテクノロジーセクターはプラスを維持し、相対的な底堅さを見せました。中東情勢の不確実性や原油高が懸念される中、景気敏感株からハイテク株への資金移動が見られます。また決算シーズンの中で大きく動いた銘柄もあります。注目はグローバル、ビジネス、トラベル、グループです。大規模な買収のニュースが交換され、株価は約 58% の上昇を見せました。取引量も8000万株を超えており、市場の関心を大きく集めています。さらにヘルスケア分野のセルキー機も約 15% 上昇しました。第3層臨床試験の良好な結果が発表され、これが株価上昇の要因となっています。決算や個別材料を持つ銘柄には引き続き積極的な資金が流入しています。レジェンド、バイオテックも約 12% 上昇し、アナリストからの買い推奨が交換されました。治療薬の製造施設拡大のニュースも投資家の期待を高めています。次にマクロ経済ニュースです。 FRB 高官からはインフレ懸念を背景に利下げに慎重な見方が示されています。ニューヨーク連銀の総裁も中東の不確実性に対処する姿勢を強調しました。大手銀行の間でも年内の利下げ見通しが後退しつつあります。インデックス投資をしている方にとって利下げ時期の見通しは極めて重要な要素です。今週末に発表される雇用統計の結果次第で株式相場の方向性が大きく変わる可能性があります。ここで本日の取引量上位から NVIDIA に注目します。株価はほぼ横ばいで推移しましたが、市場の関心を集めるニュースがありました。ジェンスン・フアン CEO が中国での市場シェアがゼロになったと発言しています。米国の厳しい輸出規制が背景にあり、中国向けの代替チップの販売も苦戦している模様です。この状況が今後の売上構成にどう影響するか、次回の決算に向けて注視が必要です。続いて SNS で話題のサークル、インターネット、グループです。こちらは約 20% の急騰となりました。議会で新しいステーブルコイン法案が公表されたことや、ビットコインの8万ドル突破が追い風となっています。規制の明確化が進むとの期待から暗号資産市場全体に資金が流入しています。コインベースなどの関連株も軒並み上昇しており、今後しばらくはボラティリティの高い展開が続くことが予想されます。それでは最後に明日の市場に向けた AI 予測です。 AI の膨大なデータ分析によると、明日注目すべきはアドバンスとマイクロデバイセズです。本日取引終了後に四半期決算の発表を控えています。主力事業であるデータセンター向け半導体の売上高が市場予想をどれだけ上回るかが焦点となります。競合のインテルが本日約 4% 下落しており、その資金がアドバンスとマイクロデバイセズに向かうという可能性もデータは示唆しています。本日のレポートは以上です。この動画は特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。投資の最終判断はご自身の責任でお願いいたします。 US テックナビでは毎朝米国市場の最新動向を4分でお届けしています。見逃したくない方はチャンネル登録と通知オンをお願いします。それではまた明日。